皆さんどこかで一度は聞いたことがあるであろう歌の翼にというドイツ歌曲をお届けします。よく知っているメロディーがどんなものを表現しているのか、また1番から3番にかけて同じメロディーでも表現がどう変わっていくのか、一緒に味わってみましょう。歌の翼には有名なロマン派の詩人ハイネが書いた詩であり、メンデルスゾーンという作曲家がとても美しいメロディーをつけています。ではまず一度詩を見てみましょう。歌の翼に、歌の翼に乗せて心の恋人よ、私は君を連れて飛び立ちます。はるかに遠いガンジス川の岸辺へと。そこは素晴らしく美しいところなんです。そこには真っ赤な花の咲く庭があって、ひそやかな月の光の下で蓮の花たちが待っている。彼女たちの愛しい妹を。すみれはくすくす笑いながら愛を語り合う。そして空の星を見上げている。バラはひそやかに語り合う。彼らのかぐわしいメルヘンを耳元に。そこへ跳ねてきて聞き耳を立てるのは、信心深く賢いガゼルたち。そして遠くでさざめくのは、聖なるあの大河のさざ波。そこで私たちは寝そべるのです。ヤシの木の下で。そして愛と安らぎを飲み干して、そして至福な夢を見ましょう。何を描いた詩かイメージできましたか？一番の詩に、ガンジスは素晴らしいところだから恋人を連れて飛び立とうとありますね。18世紀から19世紀前半のヨーロッパの人々にとって、ガンジス川があるインドは遠く、一般の人々はまだその実際の姿をきちんとは知らなかったでしょう。当時、東洋の植民地支配が広がる中、西洋の人々は東洋の文化や芸術に触れる機会が増えました。遠くにある自分たちの文化とは全く異なる異文化を憧れの対象として、東洋に神秘的でエキゾチックな魅力を感じ、ロマン主義運動の影響も合わせて東洋をロマンティックで神秘的な場所として描くようになったのです。一番ではまだ見ぬ憧れの地、桃源郷としてガンジス川が描かれています。蓮の花は悟り、魂の正常さ、愛を象徴するものでした。自分の恋人を蓮の妹として表現し、理想郷に一緒に行こうと歌っています。飛んで行こうという表現にもある通り、空から見渡しているかのような情景描写がなされています。2番では視点が地上に移ります。すみれが星を見上げ、バラは香りを放ちながら語り合い、そこにガゼルが跳ねてきて、その話に耳を傾けます。ガゼルも東方への憧れを示すものの一つでした。そしてヒンドゥー教でも仏教でも聖なる地とされているガンジス川のさざめきが聞こえてくるのです。3番はそうした憧れの地、理想郷で恋人と寝そべり、幸せな夢を見たいと歌っています。ドイツ詩では恋人たちが愛を語り合う場としてリンデの木、つまり菩提樹が出てきますが、ここではそれを東方への憧れを示すヤシの木に変えています。一見ただ愛を歌った美しい詩のようにも見えますが、月の光、すみれ、バラ、星、メルヘン、夢などロマン主義の詩によく見られるモチーフがふんだんに描かれており、さらにあえてまだ見ぬ理想郷であるインドのガンジス川を舞台とすることで、現実とは異なる夢の世界が描かれているかのようです。ドイツ風に菩提樹の木陰で愛をささやくのではなく、わざわざ見たことのない桃源郷であるインドまで飛んでいることから現実ではない、つまり成就していない失われた恋を表している詩だと解釈する人もいますが、メンデルスゾーンの描いた究極に美しいメロディーを聞くと、純粋に理想郷での
憧れの愛を表現しているようにも感じます。ハイネもメンデルスゾーンもユダヤ人であり、現実には苦労することがたくさんあったことでしょう。だからこそ描かれる理想郷はこうであったらいいのにと心から恋願う究極に美しい世界なのではないでしょうか。前回ご紹介した花の街にも通ずるものがありますね。人の思いは万国共通であることが感じられます。今回の曲のように同じメロディーで歌詞を変えていく曲を融雪歌曲と言います。この歌の翼には1番2番は完全なる融雪歌曲、3番はその変形となっています。同じメロディーでも詩が表現するものが違えば演奏の仕方も変わってきます。1番では憧れの素晴らしい場所であるガンジス川の美しい風景を歌っているので、フレーズを大きく捉え美しく表現したいところですし、2番ではスミレやバラ、ガゼルが擬人化されて登場しており、そうした生き物たちの様子を描いているので、ピアノ伴奏も少しスタッカート気味にすることで生命の生き生きとした様子を表すことができます。3番はそうした美しい理想郷で恋人と幸せな夢を見たいと思い願うように、現実が苦しいものであるからこそそうした美しい世界を強く願う、少し切なさも含んだ表現ができたら素敵だなと思います。単純に綺麗な曲だなと聞いてもいいのですが、その詩の意味を知ると曲の見え方が変わってきませんか？ぜひあなたなりの1番、2番、3番の表現を探してみてください。